服飾専門学生をデザイナーとして招き、それぞれのコレクションを販売するプロジェクト。今まで体験することのなかった全く新しいファッションの楽しみ方を提案する。それがタイムシブルです。今までになかったファッションの楽しみ方というのは先行投資というものになります。ファッションにおける先行投資とは、若手デザイナーや服飾専門学生の服を購入し、彼らがプロとして活躍した際にそのタイムシブルという場で購入していただいた服が貴重なアーカイブになり得る作品としてアーカイブになり得る過程を楽しんでいただくこと、それが全く新しい楽しみ方、ファッションにおける先行投資という私たちが提案している楽しみ方になります。タイムシブルは昨年9月に第1回となるポップアップを開催しました。合計で100名を超える方にご来場いただきまして、多くの方に専門学生の服を見て触っていただける機会となりました。また草園などのメディアにも掲載していただきまして、さまざまな方に注目していただけるポップアップになりました。今回のポップアップではメンバーを去年から一新し、新たに5名の学生デザイナーに参加していただきます。その中から今日は少しだけデザイナーの紹介をさせていただきます。文化服装学院2年アパレル技術科松尾和正です。今回のポップアップに限ったことではないんですけど、服作りを始めた時からライフサイクルという生命の循環を表現した服作りをずっと行っていて、19歳の頃にバイク事故にあって、たまたま植樹帯っていう植物が集合しているところに私が着地して命からがら助けてもらったっていうところから、2年後にその植物を軸に命の循環を表現したいというところで、植物っていうのは緑からだんだん茶色くなってくすんでいってっていうその循環があると思うんですけど、その色カラーパレットの中だけで服作りがしたいっていうところで、この服に限っては緑からくすんでいくまでの色が全て入ってるっていうところで、一応メインルックになっていて、そこからだんだんと緑の服から茶色くくすんでいくっていう今回コレクションになっています。今回この服を作るにあたって、やっぱり有機的な曲線を使わずに植物的なところを表現するっていうところにあたって、ボタンはやっぱりちょっと凹凸のある木のような質感のボタンがいいなっていうところで、割と一個一個ちょっと表情が違うようなこのボタンを選んで使わさせていただいたっていうところになります。あとこの辺とかも神社にあるよりしろって分かりますかね。一番大きな木に縄が巻いてあるようなもの、僕植物の写真をいっぱい撮ってるんですけど、素敵な木があったので、臨場感というか大胆さを表現するにあたってこういうコードワークは必要かなって思って今回使わさせていただきました。未来のデザイナーさんに対する先行投資っていうのが今回のイベントのコンセプト核になる部分だと思うので、ただ洋服をうまく作るだとかそういった部分だけではなくて、ストーリー性だとか背景だとかそういった部分も自分でこうやって発信しながら会場でも伝えていけたらいいなっていうふうに思ってます。文化服装学院ファッションコード専門士科2年安藤瑠衣です。コレクションのテーマはわびさびのわびですね。わびさびという言葉はよくセットで語られることが多いと思うんですけれども、本来はわびとさびは別々の意味で、さびは物が欠けたりですとか汚れたりする表面的な変化のことを指します。一方わびはその変化をネガティブなものとして捉えるのではなく、ポジティブに楽しむ心のことをわびと言います。その日本的な美意識を今回のコレクションに反映したいと思って制作しました。18世紀末のフランス革命前の貴族が着用していたアビアラ・フランセーズという洋服をモチーフに制作いたしました。このアビアラ・フランセーズの特徴が極度に前に振られた袖と後ろに幾重にも折られたプリーツがこの洋服の特徴となっています。アシンメトリーな前合わせですとか、僕が毎回やっているフラップポケットの形があるんですけども、今回も採用しています。で、袖口の空きは本切羽が好きなので今回も本切羽で制作しています。中学時代から洋服が大好きだったんですけど、高校生の時にヨウジヤマモトというブランドに出会っていろいろな書籍を読んだりですとか、パリコレに招待していただいてお伺いしたりとか、ヨウジさんを追いかけていくにつれて、僕も文化服装学院で洋服を作りたいと思うようになり入学しました。やっぱり洋服は実際に見て触れて着ないとわからないものだと思うので、普段インスタで作品を見てくださる人とかに実際に着ていただいて作品を肌で感じていただけたら嬉しいなと考えております。文化服装学院ファッションコード専門士科2年相沢弘明です。
テーマは退廃と発展です。まず退廃の部分が着ていくうちに現れるシワだったりを退廃として捉えたりですとか、あとは裾を今回のコレクションは立ち切りを使っているものが多いんですけども、立ち切り部分を退廃的なものとして使用しているほか、あとはこのスカートでいうと元がハンカチーフヘムの2枚重ねのスカートなんですけども、これだけで見ると全て退廃という印象になるんですが、デザインを変えることができて脇の縫製をしていないので、ここでデザインを発展させることができるということで、対極をなすものの両立というものを今回テーマとして掲げ制作をしました。スカートでありワンピースとしても着られるようなものを目指しました。後ろはセーラーカラーで、前はレギュラーカラーのものをそのまま巨大化させたようなデザインにすることで、例えばシャツ単体で着た時は襟の存在感があることでシャツ単体としても面白く着ることができる。アウターを着る季節になった時ですとかは上着を着るとここが切れて隠れるので、普通にレギュラーカラーを着ているように見えて、そのまま上着と馴染むっていう風にデザインを考えました。このスカートの1枚目、メンサテンと呼ばれる生地を使用しているんですけども、こちらと共布で、ベルトを作りました。母がもともと化粧品会社に勤めていたということで、かなり服装に気を使うような方だったんですけども、今は転職をしてしまいまして介護職という仕事をしているんですけども、年を重ねていくうちにおしゃれしていた頃の母とは違って、自分の目から見ておしゃれではなくなっていくのを見ていくのが非常に辛かったです。なので仕事ですとか家事に追われている女性たちが少しでも着飾りたいと思えるような服を作りたいと思ったのが服作りを始めたきっかけになります。今回タイムシブルというポップアップにお呼びいただけたことはすごく光栄に思っています。人の目に自分の作品が触れるだけでも非常にありがたいことであり、喜ばしいことでもあるので、試着だけでも非常に私としては嬉しいことなので、ぜひお気軽に試着させてくださいですとかお声かけいただければと思います。9月の23日から25日までの3日間、ブティック W ショールームにてポップアップショップを開催します。ぜひご来場いただき、ファッションにおける先行投資をご体験ください。